ホワイト、これ2色変えれて、天満屋 TV。 ピンポーン。こんにちは、研磨屋のアナです。今回はこの軽トラを久しぶりにカスタマイズしようかなと思います。ちょっと気合い入りそうなカスタムなんですけども、今回ちょっと変更しようと思うのが、ここのフォグランプを交換しようかなと思います。別に僕はフォグランプ何とも思ってなかったんですけども、前回夏頃2年ぐらい前かなに見てもらったバッドフェイスの黒色のかっこいいハイゼットジャンボの方がこのフォグランプを変えたよって言って夜見せてもらったんですけども、その夜見た時に普通に白のフォグランプと、あと切り替えると黄色のフォグランプになったりして、これめっちゃかっこいいやんって思って買ってしまいました。それがこれです。 LED フォグランプ、レモンイエローとホワイトと、レモンイエローとホワイト2色変えれて L1B 形状で、これが多分ハイゼットジャンボ用になってます。中身がこんな感じで、フォグランプの本体2つと、あと何これ、専用工具って言って先端の形状がちょっと違う、見えるんかな、なんかすげえ、なんかすごい形なんで、専用工具と線とハイゼットジャンボのフォグランプのところにつける専用のユニットみたいです。もう一個のユニット、はい、で各ネジが入ってました。で説明書がここに、純正のユニットは3つのスクリューで止まっています。外して入れてハーネス接続して終わりみたいな感じですね。はい、でこれ外す前にここのライト、これですね、このレンズのこれですね、ここにこの光軸を合わせるやつがあるので、つけた時にもしかしたら光軸が違って、もうなんか前の車とか対向車線にもうビャーンってめっちゃ眩しくて、あいつ煽ってんちゃうかとかまた思われるのも大変なので、とりあえずこの写真、ここに写真に写ってるみたいになんかフラットなボードとか壁の前でフォグランプ照らして、純正の光軸の位置ここっていうのを記しといて、で新しいものに取り付けたらもう一回フォグランプだけつけて、合ってたらそのままで OK なんですけども、ちょっと違ってたらテープ貼った位置に光軸を合わせるっていう風にやる方がいいかなと思います。はい、っていう感じで今からここのフォグランプですね、交換してみたいと思います。よろしくお願いします。フォグランプの後ろから手突っ込んだりしたらいけると思うんですけど、すごく大変そうなので、どっちが大変かわからないですけども、バンパー外してなんていうんですかね、やった方がまだちょっと楽かなと思って今からバンパー外したいと思います。5年前か6年前に本を交換した時にバンパーの外し方も動画にアップしてますので、それも合わせて見ていただけるといいかなと思います。とりあえずバンパー外してみます。とりあえずナンバープレート外して、ナンバープレートの下にこうですね、ネジがあるので、それもでここですね、これクリップで、あとこの横ちょっと見えにくいけど、ここですね、ここにボルトもあるので、これもどうします。これが左右1箇所ずつ同じところにあります。ちょっと見えにくいですが、これですね、ここですね、ここのボルトですね、これを外します。運転席側も同じように、ここですね、ちょっとまたピントが合ってないですけど、ここのねボルト外します。はい、これで全部外れたのでバンパーが外れるはずです。ここの
123箇所が前回ホーンの時に紹介したクリップがあるので、ここめがけてこう外すような感じにしてみたいと思います。全然じゃん。はい、こんな感じで外して、こんな感じで外れてるので、まずはバンパーか。でもバンパーの裏のこの純正のやつを外すので、3箇所ネジがあるので、それを緩めて外します。はい。でこのバルブですね。このバルブをここの銀色のテープ貼ってるのから外して、これ外してこれを入れます。右側にひねると入るみたいです。右側にひねる。これか。この溝があるので、それに切り欠きに合わせてこうか。これで時計回りにひねるね。入った。これね、さっき紹介したこの線、付属のハーネスでこれをユニットとバルブをつけたところのこれに結線、これですね、結線する。でとりあえずこれでもう一個も同じようにこうでつけて、で OK です。であとはつけていきます。でつけていくのは純正でついてたこのネジこれでもいいですし、付属のネジでも大丈夫ですって書いてました。まあ純正のネジ使えそうなので純正のネジ使います。同じようにはい、これで2つ取り付けました。あとは車本体に出ているこれですね、これがフォグランプのハーネスなので、さっきつけたハーネスをつけます。反対側もこれとこれを取り付けます。でこれで一回ライトがつくかどうか見てみます。おお、ついた。無事フォグランプが点灯したのを確認したので、バンパー戻します。こんな感じで取り付けられました。今フォグランプだけつけてます。でなんか一回切ると、でもう一回つけると色が変わる黄色になってます。レモンイエローっていう色ですね。でもあとちょっと気になるのが、ちょっと音声取れるかどうかわからないですけども、切るとこんな感じ、つけるとファンが回って結構音鳴る、ブオーン言うんですよね。これもこういう仕様なんかな。エンジンかけたら気になるのかな。ちょっと音聞こえるなっていう感じで、こんな感じでちょっと黄色になってかっこよくなりました。こんな感じでかっこよくなりました。フォグランプってそのまんまの通り霧の時に点灯した方がいいライトなので、霧って白なんで、白に白でバーンって反射して全然見えないですけども、やっぱりフォグランプだけ黄色にすると、もし霧の時でも見やすくなったりするので、黄色にしてかっこいいし、安全にも貢献してくれるのかなと思います。取り付け時間もバンパーとか外してちょっと大変やったんですけども、早い人だったら30分ぐらいではできるのかなと思います。このフォグランプの詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひチェックしてみてください。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。はい、ということで今ちょっと真っ暗なんですけども、フォグランプ取り付けて夜来ました。
ちょっと今からフォグランプだけつけてみます。で今写真写してるんですけども、これが前回の純正のフォグランプで、なんていうんですかね、ピーってこう一直線な感じのフォグランプのライトなんですけども、付け替えたやつはもう下地面を照らしてるんですけども、なんか全体的に広がってる感じでめちゃくちゃ明るいです。でこれが黄色で、一回フォグランプのスイッチを切ってもう一回オンにすると白になります。これが白のフォグランプで、めちゃくちゃ真っ白で明るい、純正より真っ白なんかなっていう感じですかね。でヘッドライトつけます。こんな感じで、やっぱり純正の方がちょっと黄色い感じがします。色の温度がちょっと違う感じかなと思います。これが白のフォグランプとヘッドライトをつけた状態で、これが黄色のフォグランプとヘッドライトをつけた状態です。一回ヘッドライトだけやとこんな明るさで、白のフォグランプやとこんな明るさで、黄色はこんな感じです。白がこんな感じです。黄色がこんな感じで、前がこんな感じです。めちゃくちゃ黄色い。これやったらほんと霧の時でもめっちゃ見れるし、普通にヘッドライトとフォグランプつけてもめちゃくちゃ明るいので、視界はいいと思います。おそらく眩しくはないと思うんですけども、こんな感じでつけてよかったかなと思います。